雑談です。鬼滅です。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、そして言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ということで、昨日は何をしてたかと言いますと、夜からですね、陣内くんの生配信がありまして、それに行っております。その前にちょこっと打ち合わせがあったんですけども、それに行っておりまして、当初は9時ぐらいからやるって言ってたんですけど、いや待って、鬼滅があるからそんな時間に誰も見ねえだろうってことで、2時間早まりまして、7時から1時間ぐらいですか、やっておりましたけども、人気者ですからね、たくさんの方に見ていただいて、いろいろ、何をするって決めてなかったんですけど、コメントに答えていくつって、いろいろネタが見たいとかね、これやるんですかとか、年末というか、収録は年末なんですけど、放送は年始になるドリーム東西をね、どうするんだみたいな話をしてて、で、僕はネタは何をするかは、本人が決めることなんであれなんですけど、僕としてはね、ネタじゃなくて、もうしれっとダウンタウンさんの横にサブ MC というかね、宮迫さんがいないんでね、そういう突っ立ってたらもう面白いかなと思ってね、それを期待してるんですけどね、どうなるか、それも楽しみですが、鬼滅、いや、しかしすごかったね。僕は映画館で見たんで、昨日帰ってきて見ようと見てたんですが、すぐ電車の中でね、無限列車の電車のね、何でしたっけ、レンコロリの、あれでね、僕も私もって僕も寝てまして、すっかり、目が覚めればね、全くもって終わっていた状況ではありましたけども、すごいですね。なんか後でね、そのツイートを遡ったら何でしたっけ、なんか僕の知らない言葉が出てね、これなんだろう、でもなんだろうなとは思いつつも、絶対アニメ用語だろうと思ってね、探ってたら、もう消えちゃった。あったアニオリってなんだと思ったら、アニメオリジナルのことをアニオリって言うんですね。アニオリでどうとかっていうのを、ね、原作にないことをアニメでやるみたいなのが、賛否というかね、それはもう原作原理主義者からしてみたらね、それは許せないとか、それはもう違うとかね、思うこともあるんでしょうけども、それは僕は何も思いませんで、いいとは思いますけどね、いうのを鬼滅を見て思っておりましたが、内容自体はね、煉獄さん死んじゃうんで、煉獄さん本当俺陣内の配信してる時にね、鬼滅の前説だっつって終わってたんですけど、俺本当言いかけたというかね、陣内確かね、見たのかな、俺僕は見た時に、映画で見た時にすごいとにかくすごいと、2時間でほぼ初対面のアニメ見てなくてもね、僕はアニメ全部見ていったんですけど、ほぼアニメの中で出てこなかった、ほとんど出てこなかった煉獄さんを2時間でこんなにも人を好きにさせて、涙させるのは、あれはすごいという話を伝えててね。で、死ぬとかなんとかそういうのは言ってなかったんですけど、で、本人見たかどうかわかんないですけど、見てるのかな、見てたと思うな。で、ね、本当に煉獄さん死ぬんですよっていうのをね、あれ言いたかったんですけど、よく我慢しました。あれは僕は偉かった。言わなかったんでね、そんなことしておりましたが、で、見ましたですわ。鬼滅の話は置いといて、家ついて行っていいですかの最終回がありましたんで、それを見ましてね、このテレ東の番組のエピソードを元にしたドラマにしてる、基本的にね、ドキュメンタリーをドラマ化しているんで、
若干脚色してる部分はあるのかなっていうね感じがねそんなにしない。まあ脚色してるとしたら演者がね演じてる部分だけぐらいで、基本的なストーリーは本当に家ついていっていいですかで取材した事実を元にしたというかね、実際番組では放送されたものがやってるんですけど、この最終回どんな話が来るんだろうなと思ったら、まあ合コン帰りみたいなね、飲み会帰りか、営業トップだったんですよっていうね、この子すごいですよっていう人に、じゃあ家ついて行っていいですかつってついていくんですけど、で家に向かうタクシーの中で、ね、こうくたびれたカバンを持ってるわけですよ、年季の入った。でなんか使い古してますねとか、もっと綺麗な言い方で聞いてましたけど、聞いたら、気に入ってるんでずっと使ってるんですっていう話があって、それがまた不倫になるんですね。これがすごかったのが、不倫になってて、で家行くと、元彼がいるけどいいですかっつってね、なんか不思議じゃないですか。元彼と住んでんのかって思いながら行くと、30までのに結婚するって約束してたのに、30歳の誕生日にまでプロポーズがなかったからもう別れると。でなんだったらもう今日荷物まとめて出てってくれという話に家に着いたらなってて、で追い出すんですよね。で彼氏が追い出され際にこう渡せなかった誕生日プレゼントを渡すっつってバーって袋から出したら、その使ってたカバン、くたびれたカバンと同じカバンをプレゼントするわけですよ。でももうそんなものいらないっつって突き返されて、肩を落として出て行って、でディレクターのね玉岡 D さんね、流星涼さんが追っかけてって、ちょっと話聞かせてくださいっつって、あれですよ、トラさんの訳を聞こうかじゃないですよ、訳を聞くわけですよ。でそんなね大事にしてるカバンを誕生日プレゼントに買ってくるってことは、そのプロポーズの日ね、誕生日までにプロポーズしなくちゃいけないっていうのを忘れてたわけじゃないでしょと問い詰めたら、いや実は自信がなかったと、現状でね、自信がなくてこうプロポーズする気になれなかった、できなかったんだっていう話を聞いて、でそしたら聞いてましたっつって女性に言うと、ドア越しに聞いてて、でもう一回ちょっとじゃあ彼女の気持ちをね、そういう状態だって言ってたんだけど、今のその彼女の気持ちはどうなんだってもうめっちゃ問い詰めて、でなんでそんなにこうね問い詰めるんだっつったら、実はもうこの番組のディレクター今日が最後かもしれないいうので、もう必死だったんですね。で逆に問い詰めて、彼女を逆に問い詰めると、安心すると、その彼といると。で3年間も一緒にいたんで好きじゃないわけがないっていう言葉を聞いたら、彼氏がその言葉を聞いて覚悟を決めてね、じゃあもう結婚しようっつって結婚すると。で結婚式にもディレクターが呼ばれてみたいな、大団円ですよ。でお決まりのレッド・イット・ビーがかかるでしょ。でレッド・イット・ビーが流れると、もう本当にどんな場面でも感動的になるというかね、なって、でめでたしで良かったなって感じで終わって、でまた新橋のね新橋だったかな、駅前でこう撮ろうとしてると、何人かに断られて、もう派手な柄のシャツの人の後ろ姿を見てね、こうバーって行って、タクシー代お支払いしますんで家ついて行っていいですかっつったら、ビビるの大木さんだったんですけど、そのシーンになる手前にもうエンドロールがバーって流れるんですよ。で、誰が出てる、西岡澄子さんが出てるとか、誰が出てるって中にビビる大木ってバーって出てきて、あれビビる大木出てねえのになんだろうなと思ったら、その最後派手な、あれこれじゃねえのって思った瞬間振り向いてビビる大木さんだったっていうね、もうエンドロールでネタバレしてたっていう最終回でしたんで、ぜひそこをね確認していただきたいんで、どこでね、家ついて行っていいですが、全7話でしたね。最終回ドラマ版はねでしたんで、ぜひ面白かったので
ご覧 TVer 見逃し配信は TVer パラビでご覧になっていただければなと思って見ておりました。コントネタバレ、ちょうど時間となりましたね。本当にエンディングロールでネタバレするかっていうね、あれはちょっと不思議でしたね。でも歯がゆかったんでしょうね。あっこに出す必要があったのかっていうのはあるんですけど、そんな感じで見ておりました。ぜひね、このチャンネルもあともうちょっとで本当に1000人どうにかしてどっかでフォロワーというかね、登録者を買ってこようかなって思うぐらいですが、登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。